紆余曲折ありまして、こんなになりました。2年かけてガレージの断熱と、内装を一段落させました。そこからのお話です。内装が終わった後にしばらくやる気が、失せており、次に手を出したのが作業台です。そんなに場所余ってないのに、こんなクソでかいの作って。ですね。重宝もしましたが、後悔もしました。そして次に手を出したのが溶接です。一切知識なかったから、わざわざ、5月の訓練校まで行きましたね。ですね。でも教わったの手棒溶接で、購入したのは、半自動溶接ですけど。溶接が、うまくいかないからって、スズキットを再購入までしてるし。自分の腕を疑わなかった時期もありましたよ。結局は、腕なんだと理解するのに時間は、かかりませんでしたけど。あ、そうそう。また後悔もしました。なぜ、電源 200V を引き込まなかったのかと。そうですよ。溶接機だけじゃなくて、コンプレッサーだって、エアコンだって 200V の入れれたのに、100V 電源2本引き込むくらいなら十分予想できたかと。本当に後悔してます。おまけに母屋の電源余力もなくて、追加引き込みできないし。あえて言おう。200V 電源は、入れといて損はない。だらだら話しているうちに、なんか、いろいろと作業が進んでますね。この頃は、何をしようか迷走している時期です。結局、納得がいかなくて破壊が、始まるんですね。オラフィフ。はい。スイッチ入りました。火がついた。まずここ破壊します。せっかく貼った板壁を。壁面収納をお試しで、作ってみました。とりあえず色々と壁に埋め込んでみた。CRC だらけ。何も考えないで作ったから置く、ものがない。このお試しで感触をつかんだので、本番をやりたいと思います。ここも行っちゃいましょ。せっかく貼りましたここの剥がします。あらま、思いっきり剥がしましたね。本当にご使用は、計画的に。追加で補強をして、下地を貼ります。棚枠を作り合体を、させます。初めからやっていれば、棚枠も埋め込めたのに。本当にそう思いますよ。下地の枠機を外そうとすると、天井までばらさないといけないので、苦肉の策です。あ、ちなみに結合は、オニメナットとボルトです。ついで肉体の張物や消し黒に、塗りました。こちらのサイクロンスプレーを、塗りました。斉藤塗料株式会社さんから出ている塗料です。密着防錆に優れております。下地で密着ロンを塗る必要が、ないので重宝しています。少し見栄えを考慮して棚を、設置です。なんとかはまってよかったですね。しかし物足りない。ちょうど、はまっているステンシルを施します。ステンシルシートは、クリーマという、サイトからハンドメイド品を購入しました。何気にステンシルシートって、ホームセンターで売ってないんですよね。楽しくて結局、棚も黒く塗ってしまいました。ついでにステンシルも。さらに色々と発病しました。LED テープを貼ったりします。LED バーもおまけに、取り付けます。カバーとして有効ボードを、取り付けて。ああ、ステンシルばかり。買ったものは、すべて試したくなるお年頃なのです。なんか、微妙。バランス悪くないですか？おまけに何これ？どうです？この男心をくすぐるライティング。テンション爆上がり間違いなしですよ。使わねえし。仕方ないですね。これならどうでしょうか？気に入らないステンシルを塗りつぶすために黒く塗っただけですよね。困った時は、黒に限る。そして突然、オリーブグリーンに目覚める。また、系統の統一がない。ふふふ。ついでにアイアンペイントにも、目覚める。ここまで来ればもちろん、ステンシルも。缶スプレーでうまく塗れた時の、快感が、たまらん。もう立派な変態ですね。
とりあえず棚扉になりました。サクサク作業が進んでいるように見えますけど、ここまで来るのに3年かかってますね。まあ、そのおかげでネジと快眠も、なく増えてますけどね。LED ライトバーもいい感じですが、使い道は、ありません。思いつきですが、折りたたみのテーブルも設置しますよ。4箇所設置したのはいいけど、種類を変えて、結局うまくいかなかったですけどね。何事も経験は、大事ですよ。過去の偉人さんの名言で、つくづく私の血液は、オイルが流れているのかと思います。いや、それ偉人じゃないし。例えも違うし。いやいや、姉さん違いますよ。ガレージが、好きな人に流れているのが、ガソリンで、ガレージをいじるのが好きな人には、オイルが、流れているんですよ。私は、ガレージをいじるのが好きなので、オイルが流れているタイプなんですよ。私は、そう信じています。全くアラフィフ世代にしかわからない話題よ。大丈夫です。ガレージを改造しようとする人には、絶対通じる話と信じています。もし共感をいただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしく、お願い申し上げます。それでは、本日はここまでにて、また次回の動画でお会いしましょう。